電気を必要とする機械は、コンセントに差し込むものでも電池で動くものでも、必ず半導体を使用しています。逆に言うと、半導体がなければ電気を利用することはできません。電気のない生活を想像すると、半導体が現代社会に欠かせないものであることがわかります。それでは、半導体は具体的にどんなことができるのでしょうか。半導体の機能は、大きく分けてアナログ半導体とデジタル半導体の2種類です。アナログ半導体とデジタル半導体には、それぞれ異なる役割や特徴があります。以下に簡単に説明します。アナログ半導体。アナログ半導体は、連続的な信号を扱う半導体で、主に電圧や電流などのアナログ信号を処理したり、制御したりします。代表的な用途には、以下のようなものがあります。センサー。温度、光、音などのアナログ信号を受け取り、デジタル信号に変換する役割を果たします。電源管理 IC。電圧を調整したり、安定化させたりする回路。スマートフォンや電気自動車などで必須です。通信回路。アナログ信号を増幅したり、変調、復調したりするために使われます。デジタル半導体。一方でデジタル半導体は、0と1の離散的なデジタル信号を扱います。主に計算や論理処理を行うもので、以下のような用途が一般的です。マイクロプロセッサ。コンピューターやスマートフォンの頭脳となり、膨大な計算処理を高速で実行します。メモリー。データを一時的または長期間記憶するために使用されます。デジタル回路。画像や音声などを処理するための専用 IC です。画像を高速で処理する GPU は代表的な製品です。両者の融合と進化。最近では、アナログとデジタルの融合が進んでおり、ミックスドシグナル IC と呼ばれる半導体が多く利用されています。これにより、センサーで取得したアナログデータをデジタル信号に変換し、高度な処理を行うことが可能になりました。例えば、自動運転車や IoT デバイスでは、この技術が欠かせません。こんなに重要な半導体は、どのように作られていますか？半導体の製造方法はとても複雑ですが、簡単に言うと、ウェハーというシリコンの板に回路を作る工程です。以下は優しく説明した流れです。1、ウェハー作り。半導体の元となるのはシリコンという物質です。このシリコンを高温で溶かして純度の高い結晶を作り、それを薄くスライスしてウェハーという円盤状の板にします。このウェハーが半導体チップの基板になります。2、回路の設計。半導体に作りたい回路の設計図を作ります。この設計図をもとに、ウェハーの上に細かいパターンを描いていきます。3、フォトリソグラフィー。ウェハーに回路を描くために、フォトリソグラフィーという方法を使います。ウェハーに感光性の薬品を塗ります。そして、設計図をもとに、光を使ってウェハーにパターンを転写します。光が当たった部分だけが薬品で溶けたり固まったりして、細かい回路の形がウェハーに現れます。4、エッチング。エッチングとは、酸やアルカリ、イオンなどの腐食性を利用して、金属やガラス、半導体などの表面を一部削り、目的の形状を得る加工法です。フォトリソグラフィーでできたパターンに沿って、いらない部分を削る工程です。これにより、必要な回路部分だけがウェハーに残ります。5、ドーピング。ドーピングとは意図的に不純物を添加する技術のこと。シリコンの電気の流れをコントロールするために、シリコンに微量の特殊な物質を加えます。これにより、電気が流れやすい部分と流れにくい部分ができます。6、金属配線。最後に、できた回路を電気的に接続するために、ウェハーの上に金属、アルミや銅を使って配線を作ります。これで、電気が回路を流れるようになります。7、チップの完成と切り分け。
ウェハーには何百個もの小さな半導体チップが作られます。それをレーザーで切り分けて、一つ一つのチップにします。その後、プラスチックや金属のケースに封入して完成です。この工程を何度も繰り返して、どんどん高度な回路を作ります。結果として、スマートフォンやコンピューターで使われるような高性能な半導体が出来上がります。アナログ半導体とデジタル半導体は、それぞれ異なる用途に使用されますが、どちらも現代の電子機器に欠かせない存在です。製造プロセスや設計技術の進歩により、これらの半導体はますます高性能化、省電力化しています。このような技術進化が日常生活を便利で豊かにしています。